はい、皆さんこんばんは。本日はですね、マルシン CZ75 ブラックヘビーウェイトカートリッジ廃墟タイプをご紹介したいと思います。はい、CZ75 については KSC 製のものをですね、以前持っていて動画でご紹介しています。KSC のですね CZ75 も非常に見た目が美しくお気に入りの一丁でした。ただ実車性能が不安定で何度か修理をしたのですけれども、結局ですね手放してしまいました。KSC 製をですね購入する際もこの廃墟式の CZ75 もですね購入候補で迷ったのを覚えています。やはり私のような部屋打ちシューターにとってはですね廃墟式は非常に興味があって、今回2022年3月にですね再販されたのを購入しました。もちろん廃墟式のエアガンは初めてなので、その実車性能とか、あとリコイル、あとですね通常のガスブローバックとの違いなどですね見ていけたらと思います。はい、手にした印象ですけれども、今回私はヘビーウェイト版を購入しましたが、やはり結構重量感はあります。重量は約 760g でした。見た目はですね、マットなブラックで非常に落ち着いた見た目が印象的です。あとグリップパネルもですね艶消しなのも印象的でした。なんといってもですね CZ75 のこのデザイン素晴らしいですね。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、マズルはですね 9mm 系の形状になります。アウターバレルですね、こちらシルバーメッキが仕上げられています。あとですねこのアウターバレルのかなり奥にインナーバレルがあります。はい、フレーム下にはですねパーティングラインはないですね。ただ残念なんですけど、ちょっとですねこのトリガーガード下のところですね若干うっすら残っている感じがします。はい、こちらも何度も説明していますけれども、この特徴的なのがスライドをフレームが包み込む形状になります。はい、左側の刻印はこの通りです。実銃同様ですね、こちらですねメイドインチェコスロバキア、こちらが記載されています。はい、こちらトリガーになりますけれども、トリガーは金属製です。ただシルバーメッキではありません。KSC のはですねシルバーメッキ加工でしたね。はい、トリガーですけども、こちらコッキングするとですねこの後方にですね下がる形になります。これは嬉しいですね。はい、あとトリガープールですけれども、こちらシングルアクション、こちらは軽い方だと思います。ただCZ シリーズのですね特徴的な軽さまではないかなというふうに思いました。はい、あとスライドフレームともですねこの表面なんですが少しざらつきのある表面加工がされています。はい、スライドストップは左側のみになります。こちらも金属製になります。はい、セーフティーもですね左側のみになります。こちらはですねハンマーがコックされた状態でコック&ロックですね。ただちょっとですねなんかぐらつきがあったりしてですねちょっと不安定なところもあります。はい、グリップはですね細めで握りやすいと思います。グリップのここですね、ここにもですねCZ 社のロゴも入っています。あとグリップパネルですね、こちら樹脂製になります。チェッカリング等もあってですね程よい滑り止めになっています。はい、サイトですけれどもフロントリアサイトともですねホワイトドット等はありません。はい、ハンマー付近ですけれどもこのファイヤーリングピン、こちら六角ネジですね。はい、右側の刻印はこの通りになります。こちらですねシリアルナンバーですかね、こちらが入っています。あとチャンバーにもですね同様の数字が入っています。はい、こちらがマガジンになります。マガジンはですね通常のガスブローバックのものとは廃墟式なので形状が違います。まずですねこちらこの部分ですね、こちらがガスタンクになります。
あとこちらですね、こちらから薬莢玉をですね、装填する部分になります。マガジンのですね相談数は8発ですが、結構8発は入れるのは結構固めるかなと思いました。もちろん慣れが必要だと思います。はい、それでは通常分解したいと思います。マガジンは抜いておきます。まずですね、ここの後方に切り欠きがあるので、こちらにスライドをですねこのように合わせていただいて、そうですね、こちらからスライドストップレバーを押すと、この通りですね、レバーが抜けます。その際ここにバネがあるのでご注意ください。そうするとですね、スライドとフレームがこの通り分解できます。はい、こちらがリコイルスプリングですね。あとガイドですね。こちらプラグですかね。はい。あとですね。はい、こちらがアウターバレル一式になります。はい、このアウターバレルは樹脂製になりますね。あとアウターバレルとインナーバレルはですね、このように引っ張れば簡単に分解できます。これインナーバレルの前方にですね、オーリングがありますね。あとこれですね、こちらは特徴的で、多分これカートリッジを廃墟させるパーツだと思います。はい、こちらスライドですけれども、やはりヘビーウェイトなので結構重量がありますね。でこちらここにですね、やはりこのプラグが入っている構造になります。とスライドストップの部分ですね、こちらはですね特に削れ防止の加工はされてないと思います。はい、あとノズル部分ですね、こちら通常のガス風呂とは大きく違いますね。この銀色のパーツがですね、エキストラクターのような役目をしているのかなというふうに思います。はい、機関部になりますけれども、ハンマーの形状ですね。これCZ75もいろいろあるかと思いますけれども、一般的な実銃の傾向とは若干違う感じがしますね。あとですね、スチールパーツはちょっとあまりないような感じがします。はい、あと最後にですね、このスライドストップ入れる時にですね、この見えますかね、このバネをこのスライドストップの上に引っ掛けてこの通りはめるような形になります。はい、全体の感想になりますけれども、やはり CZ75 のこのデザイン素晴らしいですね。私はこのセカンドの形状の方が好きです。マルシン製も見た目は結構美しく、特にですね全体的に艶消しなので落ち着いた印象です。アウターバレルとチャンバーもですねシルバーの良いアクセントになっているかと思います。なんといってもこのトイガンの最大の魅力は廃墟式です。カートにですね BB 弾を1発ずつ込めていく作業や、あとマガジンですね、それを装填していく実銃さながらのですね作業も非常に楽しくて、あと実写した時のですね薬莢が飛んでいく様はですね非常にリアル感満載です。私の答えはですね装填不良はあんまりなくて、かなりスムーズにですねチャンバーへの装填と廃墟が行われました。これは素晴らしいかなというふうに思います。ただマガジンの影響だと思いますが、非常にタンクが小さいのでマガジン温度が下がると弾の装填がされずにですね空打ちが行われることがありました。あとマガジンのガスタンクですね、こちらに気化スペースが少ないのでガス満タンでですねマガジンの温度を高くしちゃうとですね今度ハンマーが叩ききれないということもありました。ガスのですね適量を見極めていただければと思います。初速はですねカートリッジ式なので、そこまで高くはないですね。リコイルはですね通常のガスブローバックと遜色なくて結構重いリコイルを味わえます。欲を言えばですねトリガーをシルバーにしてほしいとか、あとトリガーガードですね、こちらの若干残っているパーティングラインの消し込み、あとハンマーの形状やファイアリングピンの再現など、こういうのありますけれども、
ただ実銃と同じ動きであるこの廃墟やですね、そのギミックの動作不良の少なさなど、このエアガンのみに特化した魅力が最大限楽しめるエアガンだと思いました。気をつけていただきたいのはカートリッジがすぐなくなります。私もかなり注意してカーペット等で仕切りをしていたんですけれども、思った以上にですね、遠くまた高く飛んでですね、合計は20個持っていたんですけれども、今回の1回の撮影でですね、5個は行方不明になりました。10個入りで確か2000円以上するものなので、実写していてもですね、行方が気になってしまうのが、少し残念というかですね、思いっきり実写に集中できない点が最初のうちはあります。私と同様にですね、部屋打ちやシューティングレンジ貸し切りで実写を楽しむ方などには非常におすすめだと思います。ぜひ実写後にですね、遠くに飛んでいくカートリッジをですね感じながら実写してみてください。廃墟というですね価値観をですね共有できるかと思います。はい、それではこの後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。